松原さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるでしょうか。今日はですね、デンドロビウム1ヶ月水を切ったんですよ。それがどういう風になったかっていうのをお見せしようかなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。やっと我慢してですね、1ヶ月水をやらなかったということで、どうなったかっていうやつですね。まずアフィランブから紹介したいと思いますね。はい、これがアフィランブですね。クルカラ村さんの販売所の方でちょっと展示したやつですね。はい、こんな感じ。やっぱり葉が黄色くなってもちろん来たんですよね。でバルブが最初はですねシワが寄ったんですけど、水をやって、1日からやってですねやっとバルブがもう戻ってきたというような感じになりました。はい、でセオリー通りの約1ヶ月水切ったということで、今年もまた花つきがいいんじゃないかと思っております。でこれからはですねまだ花芽はちょっと膨らんではいないんですけど、乾かさずにですねガラガラにしないように水をやっていきたいと思います。でもうちはですね風通しがいいところでして、もう本当に 2,3 日に1回は乾くような状態なんですよね。ですから今ほとんどもう 2,3 日に1回は水をやっている状態ですね。でやっぱうちは何百鉢もあるんで、頭からジャブジャブ水をかけているという状態になっています。それでも全然平気ですんで、はい、で少しだけ水をやってもですねなかなか染みない場合があるんで、少し長めに水をやっています。で管理できる方はですねバケツに邪分というのが一番苔玉はですね染みますんで、そういうコストが少なくて管理できる方はもうバケツ邪分で、しっかり水を吸わせた方がいいかなと思います。でそれが乾くまで待って乾いたら水やるという方がいいかなと思います。はい、でこれがですねまたこれからどういうふうに花芽が膨らんでいくかというのもお知らせできるかなと思うんですよね。はい、やっと1ヶ月水をやらんで、我慢できたっていう感じ。かわいそうでしたけど、今年は試験的にもちょっと水を切ってみました。はい、他のですね、デンドロなんかもシワになったんですけど、水をやってやっと戻ったという感じになってきました。まずアフィランはこんな感じ。葉が黄色くなってもですね全然平気かなと思います。で下の方はですねやっとグリーンが戻ってきたというような形になっていますね。はい、でどうせ葉は振るんで、はい、これはですねこのまましておこうかなと思っています。はい、丸々1ヶ月間1回も水やってないですか。そうですね、これに関してはですね。はい、で12月1日から水をやり始めた。で外にかけている部分はですね1回だけ雨が降ったんですよ。水やりっていう形になったと思うんですけど、それはもうどうしようもないんで外にかけてるのは直しようがなかったんで、それはそれで比較できるのかなと思います。はい、七難にやるやつはもう1ヶ月切ってみました。はい、でこんな感じ。葉が黄色くなってもそんな心配することはないかなと思います。はい、バルブもしっかり戻ってきたんで、いいかなと思います。これがマダムロイヤルです。やはりアフィラムよりちょっとバルブがでかいということで、去年はですね本当にこの一枝だったんですけど、今年はある程度化けてくれて、これは3本出てますもんね。はい、で、斑点が黒い斑点がちょっと出るんですけど、これはちょっと問題ないのかなと思っています。はい、うちはある程度無農薬で育っているんで、はい、こんな感じになってきます。去年もですねある程度こういう形になったんですけど、全然、葉も振るって、あとは花もですね、普通に咲いてくれたんで問題はないのかなと思っています。これも1ヶ月間切ったってやつですね。そうですね。はい、1ヶ月切ってなんとかバルブもですねシワにならず、もう今シワも戻って、こんな感じになったっていう感じですね。でもうち本当に風通しがいいんで、特に苔玉の場合は乾きが早いんで、これからはガラガラにしないように気をつけようかなと思っています。はい、松田さん、なんでガラガラにしないように12月は水やるんですか。それはですねせっかく花芽ができたところで、あんまりガラガラにすると花が飛ぶというような形、花芽が潰れるというような形になる可能性があるんで、そこら辺は乾いたら水あげるというパターンに戻すと思います。戻します。はい、12月ぐらいからもう花芽分化が始まるっていう。いやもう12月もう11月で大体1ヶ月水切った間にですね一層残そうと思って花芽分化は多分始まっていると思うんですよね。で12月になったらもうある程度
乾かしながら、乾いたら水やると、ガラガラにして数日間も置かない方がいいという感じですよね。でも置く場所によって乾き方違いますからね。うちはもう乾いたらあげるパターンにしてますけど、家の中でそんなに冬は乾燥しない場合にはそんな 2,3 日に1回水やる必要はありません。で、私の知り合いのところはですね、たくさん作っているところも1週間に1回ぐらいに水をあげると言ってました。それもですね、曇りの日はあげない方がいいということみたいですね。ですから晴れてる日には朝方やって乾かすっていう乾かすという風がいいかなと思いますよね。はい。で曇りの日とかも本当にもうあんまりやらない方がいいという形で聞いておりますんで、うちはですね、もう朝日が結構当たるんで、できるだけ早いうちに今やってるという状態ですよね。でもう昼過ぎには下手したら乾いてる西日がガンガン当たってるところに置いてるんで、特にこれは乾きますね。特に苔玉乾くんで、そこら辺はちょっと注意しようかなと思っています。注意した方がいいかな。ガラガラの日が何日も続くようであれば、そこら辺は気をつけて水をやった方がいいかなと思います。でも12月も、乾かし気味にやるんですか？そうですね。乾いてからですね。完全にね。乾いてから水やった方がいい。いつも熟々だったら根が傷む場合もありますからね。乾いてから水をあげるという形ですね。これが、アフィラムのマダムロイヤル選抜種ですね。ちょっとアフィラムの昔ピラルディよりは少し花が大きかったという形、アフィラムの選抜種という聞いてますんで、少し、バルもちょっと大きいしかっこよくなるのかなと思いますね。まだ持っておられない方はですね、クルカラ村さんの販売所のでまだ残ってますんで、これからもですね、もちろん文があれば何十発かありますんで、これはまた来春が楽しみですね。でこれがですね、ガーデンデンドロビウムですね。ガーデンデンドロビウム、これは2年ほど前に苔玉のまんまつけたやつですね。これが今年秋にもうバッサリ苔玉を3分の1ぐらいにしてつけたやつです。これも乾かしてましたんで、去年のバルブにはですね、もう花芽がちょっと膨らんでいるところもあります。こちらももう去年のバルブにはもう花芽がついていますんで、うまくいけば今年出たバルブにもですね、つく可能性があるのかなと思っています。これはですね、1日だけ外に落ちたんで1日だけ水がかかったという形になりますけど、もう本当にしわになってたんですよね。ですけどもう水をやり始めたらある程度バルブも膨らんできてですね、いい感じになったかなと思います。こちらももうガラガラになってしわになったバルブがやっとぷくっと膨れてきたというような形になってきましたね。で根っこの方はですね、少し動き始めているんで、でバルブの力でですね、もう来春は咲いてくれるのかなと思います。春になったら新芽がバーッと出てきますんで、結構来年はボリュームがついてくれるかなと思います。1年で結構大きくなってくれるんで、ここまでするのにだいたい2年、これ3年目になるかな、そうなるけど、ここからは太るのは結構早いんで、ここからはですね、自宅のベランダに引っ掛けておいて、乾いたら水やるというパターンで毎年きれいな花が咲いてくれると思います。でボリュームも出てきてですね、で、色がちょっとまだ今年選別してないんで、来年ぐらいから色別で紹介できるようにしようかなと思っています。そういうところですね。これがガーデンデンドロビウム、マイナス4、5度まで耐えるというやつですね。普通の外の木に生木につけたらですね、本当メンテナンスフリーで、もう春、4月5月につけるのが一番いいんですけど、その時につければもう何もしなくて、水やりもせんで、肥料もやらずに太っていくという形で今は宮崎では育っていますね。これをぜひいろんなところで広めたいということで、いろんなところにくっつける活動を今してですね、普及活動を今しているところですね。うちの方でも植えたいという方はですね、ぜひまたクルカラ村さんの販売の方を覗いてもらったらいいかなと思います。
今こんな板漬けをたくさん作っています。これはですね、できれば都会のベランダでこう育てられるように移動ができるような形で今ちょっとこういうの作っていますんで、この板漬けもですね、今ちょっと協力者が出てきておりまして、杉の丸太をですね、斜めにカットして、そういったやつにくっつけるようなことも商品もですねこれから出していきたいと思います。なかなかですね近頃いろんな協力者が出てきてですね、はい、助かっております。新しい商品がどんどんこれから紹介できるかなと思っていますんで。松田さん、これ早いんですかね。もう花芽が見えますよね。いやですよね。でこれはですね去年育ったバルブなんですね。主にこう花芽ができているのはですね、基本的に去年育ったバルブにこうつくというふうに言われてますんで、はい、もう出てますよね。出てますよね。はい、特に今年は水切ったということもあるし、しっかりこうもう今花芽が見えてるというのもあります。ですからこの花芽が見えてるからこそこれからはですねある程度こうガラガラにした状態を長くしない方がいいのかなと思ってますね。うまくいけば今年本当に育ったバルブもですね止め輪もちゃんと出てて、しっかりバルブもこう膨らんできたんで、うまくいけば今年のやつにもつく可能性があるのかなと思っています。はい、原則的に去年のバルブに花がそれが原則みたいですけどね。はい、でも近頃改良しのやつは今年出たバルブ大輪系とかですね、はい、ハイブリッド系はそう今年出たバルブに咲く場合もあります。今年導入したデンドロビウムが何種類かあるんですけど、それももう花芽がこうついてきそうですね。こんな感じですね。はい、ガーデンデンドロビウムぜひいろんな地域でこう広めたいと思っていますのでよろしくお願いします。これがですね、デンドロビウムのイエローソングキャンディー、去年導入してこう花付きで販売したらもうほとんど完売状態で、今年また新しい苗を導入してですね、こういう形、板漬けとか苔玉作りとかしております。これもですね、こんな感じで、重力にこう、負けないで上に登りながらバルブが出てきたっていうですね。これも1ヶ月乾かしたんで、しっかり花芽がついてくれるかなと思います。止め輪もしっかり、出て、バルブも太ってきたんで面白いかなと思いますね。はい、でやっぱり下のバルブはちょっと新しいバルブにこう栄養分取られてですね、ちょっとシワになっているんですけど、これはこれでいいのかな。あんまりこうちょっとシワシワになって、見づらくなったらちょっとこれカットしようかなと思っています。はいはい、こんな感じで2、4、6、7本ぐらいこう新しいバルブができてきてるんで、こういうのも面白いかなと思うんですよね。はい、動きがあって根っこの動きも面白いし葉っぱも面白いですからね。はい、これが普通にバルブをですね、下に向けずに立てたやつですね。これもしっかりですねこう下にこう垂れるんじゃなくて、もう支柱もせずにこれぐらいで自然な感じでこう育ってくれたという形ですよね。あんまりこう背も高くならずにしっかりした茎になってますんで、これはこれで、十分耐えられるかなと思います。はい、こういった黄色いイエローソングキャンディーですね。こんな感じ。こちらが苔玉にしたやつなんですよね。苔玉にしたやつ。もうバルブが結構出てます。はい。で今年はですね去年結構いい株が手に入ったんで、それを苔玉にしたっていうやつですよね。はい。こんな感じでこう来年は見てくれるかな。で、来年の後半になったらこういう形で頭を上げてくれるのかなと思うんですよね。バルブが上に向いてですね。はい、今年はこんな感じ。でもこれもですね、しっかりこう、根っこがもうどんどんこう苔に絡まってきているというところですね。でやはり苔玉にした場合水切れがちょっと早いんで、間質の差がですね乾いたりとか湿ったりとかすることによって
根が刺激されて結構いい感じで伸びていくんじゃないかと思うんですよね。はい、でバルブもしっかりですねこう水を切った時はシワシワになってたんですけど、今水をやり始めて結構しっかりバルブが元のように戻ってきました。そんから乾くの早いですね。うちの店だと本当に2日に1回ぐらいはこうやっています。はい、今はですね、ガラガラにしないようにと思っているところなんですけどね。これが来年は結構花が咲いて綺麗になるかなと思うんですよね。はい、これもですね販売所の方で販売していくと思いますんで、またチェックしてみてください。できればですねもう花芽がこう大きくならないうちにこう購入していただければですね輸送も耐えますし、花芽がついている場合はですね花芽が大きくなっていった場合は、輸送傷みとかそういうのがちょっと心配なんで、今こんなのを手に入れていただいてこう家で管理してやって春きれいに咲かせるということでこう考えていただければいいのかなと思うんですよね。イエローソングキャンディーすごく最初クリーム色で咲いて、もう黄色く染まっていくというような形のやつですね。はい、もう花が咲いたらすごく綺麗でした。板付け、苔玉作り、いろんなパターンで作っています。でも株がいいのはこれですね。はい、もう今年導入した苗はちょっと小さいんで、これは株が完璧に出来上がってるんで、はい、たくさん花が咲いてくれるんじゃないかと思います。でこれもう 1,2 年置いていたらですねちょっとバルブも上に向いて自然な感じでこう咲いてくれるんじゃないかと思うんですよね。はい、そういうところです。イエローソングキャンディー1ヶ月水切ったやつがこうやってバルブもしっかり膨らんできて再生してくれたっていうやつですね。花立ちがどれぐらいこう良くなっているのかも検証していきたいというところですね。はい、イエローソングキャンディーでした。